2026年4月、スペイン、マドリード近郊、スペイン内戦の激戦地として知られるその場所で、実際に起きた話だ。最後の一枚を撮った瞬間、私は息が止まった。カメラのファインダーを覗くと、そこには人影があった。軍服を着た、複数の男たちが、夜の荒野に、ただ立っている。だが、シャッターを切った後の写真には、何も写っていなかった。暗闇だけだった。最初は機材の不具合だと思った。レンズの汚れ、センサーの誤作動、何かそういう合理的な理由があるはずだと。だが、撮影を重ねるたびに、その人影は少しずつ、確実に近づいてきていた。1枚目、遠くに見える輪郭。2枚目、はっきりと見える顔の形。そして3枚目、ファインダーから目を離した瞬間、背中に重さを感じた。肩に、何かが触れていた。人間の手のように、ゆっくりと、しかし確かに、私は振り返ることができなかった。体が完全に固まっていた。ここはかつて、何百人もの兵士たちが命を落とした塹壕跡だ。1936年から1939年にかけて、この地で繰り広げられた内戦の記憶が、今も土の下に眠っている。写真には何も写らなかった。なのに、私の肩に置かれたその手の感触は、今でも忘れることができない。これは作り話ではない。私が実際に体験した話だ。では、なぜ私はその夜、一人でマドリードの廃墟へ向かったのか。それを話すためには、私の日常から語り始めなければならない。私の名前は、佐藤健太、フリーランスの写真家だ。東京生まれだが、今は世界中を旅しながら写真を撮って生計を立てている。依頼があれば雑誌の取材にも応じるし、時には自分のテーマで撮影旅行に出ることもある。2026年の春、私はスペインにいた。マドリードに来たのは、観光が目的ではなかった。ある写真誌から、歴史の傷跡を撮る、というシリーズの依頼を受けていたのだ。戦争の記憶が刻まれた場所を、自分の目で捉える。そういう仕事だった。昼間は市内の美術館を回り、グラド美術館でゴヤの絵を眺めた。夕食は一人でバルに入り、ワインをいっぱい飲んだ。普通の、穏やかな一日だった。宿に戻ってから、私はノートパソコンを開いた。翌日の撮影場所を調べるためだ。検索を続けるうちに、ある記事が目に留まった。マドリード郊外に、スペイン内戦の塹壕跡が残っているという。1936年から1939年にかけて、激しい戦闘が繰り広げられた場所だ。今も当時の地形がほぼそのまま残っており、夜は誰も立ち入らないと書かれていた。胸の中で何かがざわついた。写真家としての本能、とでも言うべきものだろうか。誰も撮っていない夜の塹壕跡、そこにしかない光と影がある。そう思った時、もう体は動いていた。カメラバッグを肩にかけ、三脚を手に取った。時刻は夜の10時を過ぎていた。マドリードの夜風は冷たかった。それでも私は一人で、その場所へ向かった。次の夜、最初の異変が起きた。その夜、私は日が落ちてからすぐに現地へ向かった。マドリード郊外の道は街灯も少なく、足元がほとんど見えなかった。スマートフォンのライトを頼りに、草むらを踏みしめながら歩いた。塹壕跡に着いたのは、夜の10時半を過ぎた頃だった。最初に気づいたのは、音だった。風はほとんどなかった。それなのに、どこか遠くから、枯れ草が揺れるような音が聞こえてくる。規則的ではない。まるで、誰かが歩いているような、そんなリズムだった。私は立ち止まって、耳を澄ませた。何も見えなかった。何もいなかった。気のせいだろう、と自分に言い聞かせた。次に気づいたのは、匂いだった。火薬のような、焦げたような、鉄のような、説明しにくいが、確かに鼻をついた。古い土の匂いとは明らかに違う何かだった。2026年の今、ここで火を焚く人間はいない。それでも、その匂いは確かにそこにあった。私は三脚をセットしながら、その匂いを頭の隅に追いやった。そして、温度だった。4月のマドリードの夜は冷える。それは覚悟していた。だが、塹壕跡の特定の一点だけが、明らかに周囲より冷たかった。手をかざすと、空気の層が違う。そこだけ冬が残っているような、そんな感覚だった。それでも私は、撮影を続けた。プロとして、感情に流されてはいけない。異変らしきものがあっても、カメラを構えることをやめなかった。ファインダーを覗いた。シャッターを切った。
その時、確かに見た。ファインダーの中に、人がいた。一人ではない。複数だ。暗闇の奥に、輪郭がある。立っている。こちらを向いている。私は息を止めた。ゆっくりと、ファインダーから目を離した。何もいない。塹壕跡の先には、ただの闇が広がっているだけだった。風もない。音もない。草一本。揺れていない。もう一度、ファインダーを覗いた。いた。同じ場所に、同じように立っている。今度はもっと、はっきりと見えた。軍服のような、くすんだ色の衣服。頭には帽子をかぶっている。体の輪郭が、ひどく古びた時代のものに見えた。私の手が震えた。プロとして、感情に流されてはいけない。そう自分に言い聞かせながらも、指がシャッターボタンを探すのに、数秒かかった。シャッターを切った。液晶画面で確認した。何も映っていない。真っ暗な塹壕跡と、枯れた草と、遠くに見える街の灯りだけ。人影など、どこにも存在しなかった。おかしい。確かに見た。ファインダーの中に、確かに彼らはいた。もう一度、構えた。もう一度、覗いた。いた。そして今度は、距離が縮まっていた。最初に見た時よりも、明らかに近い。一歩分。いや、もっとか、じわりと、こちらへ寄ってきている。足が地面に張り付いたように動かなかった。逃げなければならない。という感覚と、取らなければならない。という衝動が、体の中で真正面からぶつかり合っていた。私は、その場に立ち尽くしたまま、また、シャッターを切った。彼らは、確実に近づいてきていた。ファインダーを、覗いた。息を止めた。いた。また、いた。さっきよりも、ずっと近い。もはや、遠くの影ではなかった。輪郭が、はっきりと見えた。錆びた銃を手にした男たちが、廃墟の壁際に立ち並んでいた。そのうちの一人が、こちらを向いていた。まっすぐに、迷いなく。私を、見ていた。目が、あった。レンズ越しに、目があった。それは間違いではなかった。暗視の映像のような白黒のもやの中で、その男だけが、異質なほど鮮明だった。穴のように深い目が、確かに私の目を捉えていた。体が固まった。シャッターを切ることすら、できなかった。次の瞬間、聞こえた。声が、聞こえた。耳元ではなかった。頭の内側で、直接響くような、低くかすれた声だった。言語は、スペイン語ではなかった。日本語だった。確かに、日本語だった。私の、名前を呼んだ。フルネームで、呼んだ。誰にも教えていない。ここで名乗ってもいない。それなのに、その声は、一切の迷いなく、私の名前を口にした。全身の血が、消えた。頭が、真っ白になった。それでも手だけが動いた。震えながら、シャッターを切った。その瞬間、男の唇が、かすかに動いた気がした。現像された写真には、何も写っていなかった。ただの、廃墟だった。だが、その夜以来、彼らは、戦場には現れなくなった。私の、日常に、現れるようになった。だが、その夜以来、彼らは、戦場には現れなくなった。私の、日常に、現れるようになった。最初は、小さなことだった。自宅のリビングで、コーヒーを入れていた時、ふと、窓の外を見た。誰かが、立っていた気がした。でも、目を凝らすと、そこには誰もいなかった。街灯だけが、静かに揺れていた。気のせいだ、と思った。次の夜、眠れずにいた私は、スマートフォンで撮影した写真を見返していた。マドリード郊外で撮った、何十枚もの写真。その中の一つを開いた瞬間、息が止まった。背景に、人影があった。確かに、あの時は、誰もいなかった。廃墟の中に、私一人だけだったはずだった。それなのに、写真の隅、崩れた壁の影に、男が立っていた。コートを着て、帽子を深くかぶっていた。顔は、見えなかった。でも、こちらを、向いていた。震える指で、次の写真を開いた。また、いた。場所が、違った。今度は、私の、すぐ後ろだった。翌朝、出勤のために玄関を出た。エレベーターが開いた瞬間、冷たい空気が流れてきた。誰も乗っていなかった。でも、鏡に映る私の隣に、一瞬だけ、影のようなものが見えた。私は、階段を使った。夜になると、部屋の温度が、急に下がった。エアコンは切っていた。
窓も閉めていた。それでも、吐く息が白くなった。私は、もう、一人ではなかった。あの戦場から何かがついてきていた。いや、正確には、誰かがついてきていた。2026年の現代のこの東京の部屋の中に、スペイン内戦の戦場が侵食してきていた。そして私は、ようやく気づき始めた。彼らが私に何かを伝えようとしているということに。次回、ついに彼らの正体が明かされる。彼らの正体。私はその答えをすぐには受け入れられなかった。東京の部屋の中で息が白く染まる中、私はスマートフォンを手に取った。震える指で検索を始めた。マドリード近郊、スペイン内戦、1936年から1939年、あの塹壕があった場所の正確な座標を調べた。IMG、暗い部屋でスマートフォンを見つめる手のアップ。画面の光だけが顔を照らしている。出てきた記録は、想像をはるかに超えていた。あの撮影地点から、半径50メートル以内で、共和国軍の若い兵士たちが集団で命を落としていた。1937年の冬、撤退命令が出たにもかかわらず、陣地を守り続けた部隊がいた。補給も、援軍も、来なかった。彼らは、最後まで、その場所から、離れなかった。離れられなかった。のかもしれない。そして、私が気づいたのは、もう一つの事実だった。私が訪れた日は、2026年4月12日。その日付は、あの部隊が全滅したとされる日から、ちょうど89年目にあたっていた。偶然では、なかった。いや、偶然だったとしても、彼らにとっては、偶然ではなかったのだろう。誰かが、あの場所に来るのを、待っていた。そして、その夜、カメラを持って、一人で塹壕に入った人間が、いた。それが、私だった。彼らは、誰かに、見つけて欲しかった。記録して欲しかった。89年間、誰にも語られずに、あの土の中に、止まり続けた魂たちが、ようやく、レンズの向こうに、姿を現した。肩に置かれた手は、脅しではなかった。それは、多分、すがるような、懇願だった。だが、話は、まだ終わっていない。彼らが、私に伝えたかったことの、本当の意味が、次の夜、明らかになる。最後の一枚を、撮った瞬間だった。シャッターを切った手が、震えていた。ファインダーの中に、見えていた。私の、肩に、手を置いた。その兵士が、ゆっくりと、こちらを、向いていた。顔は、見えなかった。それでも、わかった。彼は、私を、見ていた。目には見えない何かが、胸を、押しつぶすような感覚があった。逃げなければと、思った。だが、足が、動かなかった。地面に、根が生えたように、その場に、立ち尽くしていた。風が、止んだ。虫の声も、消えた。夜の戦場跡が、完全な、沈黙に、包まれた。その時、私の耳に、何かが、届いた。声では、なかった。音でも、なかった。ただ、胸の奥に、直接、流れ込んでくるような、感覚だった。それは、怒りでは、なかった。恐怖でも、なかった。ひどく、疲れた、何かだった。1936年から1939年、スペイン内戦の最も激しい戦場の一つ、マドリード近郊のこの土地でどれほどの命が名前も残さずに消えていったのか。89年という歳月が彼らをここに縛り続けていた。誰かに見つけて欲しかった。ただ、それだけの願いだった。カメラを胸に抱きしめた。レンズが熱かった。私は声を出さずにうなずいた。わかった。と必ず伝える。とその瞬間、肩の重さがふっと消えた。ファインダーをもう一度覗いた。兵士たちはもうどこにもいなかった。ただ夜の荒れ地が静かに広がっているだけだった。だがこの夜は終わりではなかった。翌朝、現像した写真の中に私はあるものを見つけた。それが彼らが本当に伝えたかったものの答えだった。翌朝、私はホテルの部屋でゆっくりと
写真を確認した。震える指でカメラのデータをパソコンに移した。一枚、一枚、開いていく。やはり、そこには何も映っていなかった。荒れた大地、錆びた鉄条網、崩れかけた塹壕の円、それだけだった。だが、最後の一枚を開いた瞬間、私は息を飲んだ。IMG、朝の光の中、古い塹壕の壁をクローズアップした写真。石の表面に、かすかに文字のような痕跡が刻まれている。写真の右端、塹壕の石壁の部分に、かすかな刻み跡があった。それは、スペイン語だった。ノーノスオルバイズ。忘れないでくれ、という意味だった。私は、しばらく、その言葉を見つめ続けた。昨夜、あの場所で、私がうなずいた言葉と、全く、同じ意味だった。偶然なのか、それとも、彼らが、最初から、ここへ、導いたのか、今でも、答えは、わからない。だが、確かなことが、一つだけ、ある。あの夜を境に、私は、変わった。カメラを持つ理由が、変わった。以前の私は、美しい風景を、撮りたかった。記憶を、形にしたかった。だが今は、違う。忘れられようとしている声を、拾い上げるために、シャッターを切る。見えないものを、見ようとするために、レンズを向ける。マドリードに戻ってから、私は、あの場所で起きたことを、記録し始めた。スペイン内戦で命を落とした兵士たちの、証言を、集め始めた。名前のない墓を、訪ね始めた。それが、彼らとの、約束だった。そして今も、その約束は、続いている。次の話は、これが終わりでは、ないという、証明だ。あの夜の写真に残された、もう一つの痕跡。それが、すべての始まりに、つながっていた。あの夜は、終わっていない。マドリードに戻った今も、ふとした瞬間に、あの感触が蘇る。肩に、置かれた、あの手の重さ、温かくも、冷たくもない。ただ、確かに、そこにあった。あの感覚、夢の中で、私は、また、あの塹壕に立っている。霧の向こうに、彼らが、いる。名前も知らない。顔も見えない。でも、確かに、私を、見ている兵士たち。2026年の今も、あの場所では、夜が来るたびに、何かが、動いている。地元の人々は、言う。内戦で倒れた者たちは、まだ、帰る場所を、探しているのだと、私が撮り続けるのは、そのためかも、しれない。レンズの向こうに、見えるものを、記録するために、彼らの声を、世界に、届けるために、これは、まだ、終わっていない。そして、おそらく、終わることは、ない。あなたも、この映像を見た。今夜、もしかしたら、何かを、感じたかも、しれない。それは、偶然では、ないのかも、しれない。